ABC この一冊で合格する。みんな本屋さんで買ってねー。もう売り。Hello， 你好，안녕하세요。ミンラバー、ラバスヤン。こんにちは。小川ピンクです。今回は、いつもの文字声ではなくて、日本語の勉強方法についてお話ししていきます。今回は日本語の勉強方法の中の漢字について教えていきます。最近 JLPT の試験ありましたね。受験が終わった方、お疲れ様でした。よくできた人がいたり、自分もう少し頑張れたのになっていう人いると思います。受験が終わって、これから皆さん、何ですか、休みますか？それはダメですね。休むんではなくて、こっからの2ヶ月間、この2ヶ月間を使って漢字の勉強をしてください。日本語がもっと上手になりたい、上の JLPT の上のレベルに上がりたいのであれば、2ヶ月間は漢字の勉強をしてください。本当は、JLPT の N5 の人からやった方がいいんですけれども、N2、N1 を受けるよって人は、これは絶対やってください。次 N2、N1 受けるよっていう人は2ヶ月間漢字絶対勉強しましょう。で、N3 もですね、N3 を受験したいよっていう人も、こっから2ヶ月間は漢字の勉強した方がいいかなと思います。それで、いつ勉強するんですかと言ったら、まず寝る前の2時間です。寝る前の2時間は漢字を勉強する時間に使ってください。他の勉強でもいいです。じゃあ、漢字の勉強が終わった後に、次の、読解とか聴解行くときも、寝る前の2時間は勉強してください。で、寝る前の2時間勉強することによって、寝てるときに脳の中ですね、により強く記憶することができるようになるという、結果がですね、大学とかの研究に出ています。で、寝てる間ですね、2時間勉強して寝てる間に、脳が休まりますよね。休憩します、脳が。起きているといろんなものを目で見たり、感じたりして、脳が疲れてます。でも寝ることで一回休むことができます。こう休んでいる間に、ストレスがなくなったりとか、パフォーマンスが上がったり、ということが、考えられますね。そして、寝て起きた後ですね、何もしないのではなくて、最低5分以上です。最低5分以上は勉強の時間に使ってください。勉強としても復習ですね。復習の時間です。昨日の夜2時間やったことを、朝の5分以上ですね。5分より下ダメです。4分とか3分ダメです。5分以上勉強の時間に使ってください。この5分以上勉強することによって、朝の脳みそって、何もまだ情報がないので、すぐにまた覚えることができます。記憶力が定着するですね。よく身につくということが期待できます。夜に勉強2時間して寝て朝起きてから5分以上勉強する。これを続けていきましょう。漢字なんですけれども、漢字を勉強している人って結構難しくないですかという人多いと思います。先生どうやって覚えるんですか？これ難しいです。面白くないですっていう人多いと思うんですけれども、なんで面白くないのかって言ったらわからないからですよね。わからないし楽しくない。やっていても楽しいと感じないからつまらないんですよね。じゃあこれを楽しくしていこうと考えたときに、まず私の中の一個が漢字のストーリーを作るですね。漢字の中で、ストーリーを作って漢字を覚えていく。そうすると漢字を見たときに、じゃあ読み仮名を見たときに、じゃあこれで漢字を書きなさい。ストーリーこれだって思い出して漢字をすぐに書くことができます。で、もう一つが、日本語の漢字って1個であることは少ないですよね。どちらかといったら2つで
1個の単語ですね。2つの漢字が合わさって1個の単語。3つの漢字が集まって1個の単語というのが多いと思います。で、これを勉強するときに、この2つで1つの単語を覚えるのではなくて、1つずつの漢字を覚えていくこと。これが重要です。具体的に説明すると、既婚という漢字がありますね。既婚、意味はすでに結婚しているよという意味です。彼女は既婚の方ですか？彼女はすでに結婚している方ですか？という意味ですね。で、この既婚という漢字が出てきたときに、じゃあ例えば漢字もわからないし、意味もわからない。漢字一つずつの意味がわからないっていう人は、どう考えるかって言ったら、まず漢字を調べますよね。漢字調べて、読み方は既婚なんだ。じゃあ意味は何ですか？すでに結婚している人ね。どうやって使うの？こうやって使うんだ。この勉強の時間すごく多いですよね。でも、既婚という漢字の既と婚。これ、既がすでにという意味ですよね。すでに何度かしたよっていうことです。で、婚は結婚っていう意味ですよね。すでに結婚したよ。もう意味がすぐわかりますよね。この既婚という漢字は初めて見たんですけれども、漢字一つずつは知っているので、意味を推測することができます。推測というのは自分の頭の中で考えて、これかなっていうのをすることができるんです。漢字を推測できることによって、この後にある、文字語彙とか、読解とかですね。こちらも結構簡単に進めることができます。でも漢字がわからないと、その分時間がかかりますよね。ですので、漢字を勉強していくことで、勉強時間の効率ですね。これも格段と上がります。レベルが違います。どんどんすぐに進めることができます。で、今回、例として、2人の方に勉強してもらいました。漢字を。で、何を勉強したかというと、森単 N1 の20日目ですね。27、28、29の単語ですね。不合、不告、不要ですね。一人は漢字の意味もわかんなくて、単語の意味もわかんない。で、二人目が漢字一個ずつの意味はわかるんだけど、単語の意味はわからない。という人が、漢字を勉強した時の時間の差について比べたものがありますので、一回ご覧ください。不語、不はトミとか、語は語かな。どうでしたか？勉強の時間全然違いましたよね。漢字を知らなくて単語も知らないとなるとこんなに時間がかかっていたのが、単語は知らないけど漢字一個ずつは知ってるという人は本当にこんな感じですよね。すぐに終わる。漢字の意味を推測することができる。これができることで漢字の勉強、単語の勉強、他の勉強もですね、すぐに、簡単に、楽しく覚えることができます。それで、漢字を勉強するときの注意点なんですけれども、音読みと訓読みがあると思います。日本語の漢字には。これ、どちらも覚えるようにしていきましょう。例えば、今回の森単の N1 の20日目ですね。28、不告。不告の告を例にしましょう。告げるという読み方と、告という読み方がありますよね。これどちらか覚えればいいんではなくて、どちらも覚えて漢字の勉強です。片方だけではダメです。どちらも覚えて勉強を進めていきましょう。はい。で、今回のまとめですね。まず一つ目。勉強時間です。寝る前の2時間。勉強に使う。寝て起きた後の5分ですね。
これも勉強に使うことですね。そして試験が終わってから2ヶ月間漢字の勉強の時間に使うことですね。で、漢字を覚えるときは自分の中でストーリーを作ったり、楽しく漢字を覚えることですね。そして漢字一個一個の意味を勉強していくことです。単語ではなくて漢字一つずつ。こちらを勉強していくことで、単語を勉強するよりも早く日本語が上達していくという風になります。そして音読みと訓読みどちらも覚えていく。こちらを注意して漢字の勉強一緒に頑張っていきましょう。では今回は以上ですね。ありがとうございました。